はじめに、大切なお知らせ。当チャンネルの小話は緻密かつ、膨大な取材に基づいた真実の集合体では全くなく、むしろ嘘と間違いに溢れた動画であります。当小話の目的は2つ。ゲームの裏話の手がかりになること、そして真実を知っている集合値の皆様の活発な意見交換を促すことにより、アーカイブの手がかりを残すことです。ご賛同いただけると嬉しいですが、単なる暇つぶしにご覧いただいても嬉しいです。それでは本編をどうぞ。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回はゼビウス生誕40周年記念動画のパート2ね。そうだな、今回は周辺の騒ぎから見ていこう。オッケー、頼むわ。いきなりだが当時世界的に大ヒットしていた超大物音楽ユニット YMO の発起人、細野晴臣さんがゼビウスの音楽に興味を持たれた。だからさ、パンチがでかいのよ。初回から全力大パンチはやめてくれない？残念ながら YMO 構成メンバーのうち、お二方が2023年に亡くなられてしまった。まだまだお元気でいていただきたかった。底辺実況者の身ではありますが、ここに謹んで哀悼の意を表します。話題を戻します。1983年の YMO って言ったら最後のライブツアーやってた頃かな？おそらくそうなる。そして細野さんが自らナムコに名乗り出て音源をレコード化。日本初のゲーム音楽メディアが発売されてしまった。これについては諸説あります。が、攻略本、小説、ゲーム音楽、日本初三冠王とは恐れ入る、恐ろしいこった。だがゼビウス現象は止まらない。隠しフューチャーがこれ以降、常態化することになる。これは業務用よりファミコン等への影響が大きかったように思える。そうか、ファミコンの裏技の元祖はゼビウスになる、のか？まあここは深掘りしていくとまだ真実は遠いと思うので、一意見としてみてください。ここで1985年の夏に稼働した、コナミさんのグラディウスを見てみよう。アーケード版グラディウスはバクテリアン軍団が攻めてきたからビッグバイパー出撃せよ、くらいのストーリーだったわね。そこに MSX 版で壮大なストーリーが追加された。なぜか知らないが救いのない内容になっている。ファミコン版の楽しげな雰囲気がこっぱみじんになるレベルだ。マジでか。そしてファミコンのボルガード2。MSX 版の続編という形で発売されたこのファミコンソフトでやはり壮大なストーリーが追加された。詳しくは語らないけど、支配から抜け出すために人類が革命的な戦いに挑む、という内容ね。これ以降のゲームには設定が盛り込まれるようになる。ゲームに深みが出たんだが、同時に弊害も出た。弊害って言うと、もしや、開発チーム間で申し送りが十分でないなどの理由の齟齬のせいで設定の衝突が起こるなどしてしまった。ああ、あるね設定の衝突。これハマー長いシリーズものにはありがちだからね。もう世界的格闘ゲームなんか何回設定書き換わったかわからないんじゃないの？マーケティングの都合とか世界情勢とか、権利関係とか色々あるし、まあしゃあないよな。最近だとロシア出身の某レスラーが国籍不明にされかけたわ。そうだな。それじゃここらでストーリーについて触れてみよう。文章でやんの？無理。絶対にごちゃる。でしょうね。ってことで年表の補足で進めてみる。いやー、これは無茶ね。後で触れるけど小説版ゼビウスの評価は冷静に見て高くない。こんだけ入り組んでりゃあな。1万6000年をかけた生体人工知能との闘争で合ってるのね。産業にまとめたなこんにゃろう。長えし。この点に関しては、よく聞く感想だったりする。冗長である、という意見も見たことがある。しかし1万6000年の時間が流れるストーリーなのね。あれ？なんか1万6000って最近見た数字だけれども、1000万点への解放の取引価格だこれ。どういうこっちゃ。まあ販売店さんのシャレだと思っておきましょう。だと良いんだが。さて、ここからはゲーム内容に触れていきたい。オッケー、頼むわ。まずどうしても触れたいのがいわゆる AI だな。早すぎる AI 来たよこれ。まあ AI って言っても、プレイヤーの状態で敵の出現パターンと難易度を変動させてるんだけどな。当時はなかったでしょ、こういうの。なかったな。というかジャンル上、そっちが詳しいだろ？そうね。この辺の難易度変動は、コナミさんの1985年7月のグラディウスで見て取れるわ。あとはあれだよな。そうね、頭脳戦艦ガル。前者はいわゆるランク制度の体現者だな。そうね、プレイヤーのパワーアップに応じて敵の弾速が露骨に変化するわ。未プレイの方は敵弾が飛んでる中でパワーアップしてみてください。笑えます。ちょろ弾が剛速球になるからね。ゼビウスの場合は、一定時間は何もしなくてもやられない、という設定になってます。これも英断よね、業務用では。そうだな、時間で多避なせろが合言葉の世界線だからな。そしてな、後に触れるが、敵の出現テーブルが並行して2本あるらしいんだ。出現テーブルはどの位置にどのタイミングで敵を出すかというオーダー表ね。特定の敵をどう始末するかで、テーブルを行き来するらしい。恐ろしい、暗記する必要があるんじゃん。初代ゼビウスではさほど重要ではないが、後の子孫たちでは強烈な毒素を放つ要素と化している。おっとろしいのこの発想なんだがこれも深谷さんの発想ではないかと思う。いけねえ、深谷さんに触れてないわよ。そらやばい。駆け足ですが、深谷さんは遠藤さんの先輩としてゼビウスに関わっています。この方の存在こそが、ゼビウスの開発力そのものだったと言えます。難易度設定や AI、メモリの節約、プログラムと見るべき点の多い大先輩でした。難易度の話が出たけども、業務用は非常よね。
そうだな。某ストリートファイトのメーカーは2面で多比なゼロが合言葉だそうだ。ひどい話だ。まったくだ。でもこのランク問題って結構複雑で奥が深いから、いずれ動画にしてみたいわね。そうだな。そもそもランクを逆手にとってプレイスタイルを縛りに来るゲームとかもあるからな。それなんてバトルガレッツァ？伏せておいた名前を出すんじゃない。てへペロ。次は裏設定について掘り下げよう。頼むわ。ゼビウスを象徴する設定の一つにゼビ語がある。聞いたことはあるわ。遠藤さんはゼビウスで使用される単語を独自に定義した。言語体系や文法式ではなく、あくまで単語よね。そうだな。ただ16進数が基本だという目立つ特徴はある。16になると桁が繰り上がるやつね。補足してもらえる？はいよ。我々が普段使っているのが10進数です。9の次が10、桁が上がるわけです。対して時計で使われているのが24進数。23時59分の次が1日後の0時。日にちが繰り上がるわけです。ありがとさん。これに対して16進数はコンピュータの仕組みとつながりが深い。これは踏み込むと長いので別動画にでもしましょうか。それが良いと思う。ショートでいけないか試しておこう。ともかくこの16進数に基づいたゼビ語があるわけね。そういうこと。ちなみに例を挙げてみよう。割ときっちりやってるわね。最も言語としては地球語と共通項もあると良いんだけどな。まあ2回も滅んでるから痕跡がないんでしょう。ちなみにソルバルーは時期の名前だ。かっこよいじゃん。さて、この辺でゼビウスで触れるべき点は触れたと思うが。まだネタがあるんでしょ？あるんだこれが。次はゼビウスの子孫たちを見ていこう。はいよ。すべては拾いませんのであしからずお願いいたします。まずはソルバルー。これは業務用の専用筐体だ。3D でゼビウスが遊べるわけね。そうだな。そしてこれ、グロブダー。これはどう見てもゼビウス関係なさそうだけど、ゼビウスに登場した戦車、グロブダーを主役化したゲームだ。こいつにはとんでもない特徴がある。それは？上から見下ろした FPS 型のゲームなんだが、400年、あまりに難しいためにワンコインでのクリア達成者が近年まで出なかったと言われている。近年とは？ウィキペディアと動画の情報を総合するなら2015年とされている。発売は1984年だから、30年だ。めっちゃくちゃすぎて草。興味があったら実況動画を探してください。こらダメだってなります。ひえー？そして核爆発級のタイトルがこれ。ゼビウスアレンジメント。出たな最強の試着。隠しステージがいくつかあって、それらの全てをワンコインで走り切った猛者は日本国内で7人しか確認されていないという。恐ろしい。はっきり言って沼だ。詳しく見ていこう。このタイトルは小話ゼビウスパート1で触れたうるせえアンズ氏が開発と調節に関わっているために難易度が半端ない。隠しフィーチャーが多いのも特徴だ。隠しステージが3ステージ、隠しモードが5つ。多すぎじゃね？はっきり言ってゼビウスの最終回答だ。詳しく見ていこう。まず隠しステージエクストラ1はノーコンティニューでいける。そしてエクストラ2はエクストラ1までをノーミスで完走するといける。そしてエクストラ3は隠しキャラソルを60本出現させているといける。鬼みたいな条件ね。誰が達成できるわけこれ。さらに隠しモードとしてマニアモードが存在する。一面終了時に難易度が最高ランクに固定されるという地獄のような仕様だ。もうクリアさせる気がないとしか思えない。こいつの攻略に関しては敵の出現テーブルの制御が必須なため、丸暗記が絶対条件になるそうだ。もうここまで来ると主要ね。達成したら下脱くらいできそうだけど、こいつを紹介したいのも動画化した理由だった。恐ろしい、こんなゲームが眠っていたとは。できればこのまま眠っていていただきたい。もしこのタイトルに挑戦しようと思った方は、人生を投げ捨てる覚悟をしてください。生半可な覚悟では務まりません。さて、それじゃあ締める前に小説版の評価に触れよう。マニアが大絶賛のあれね。そうなんだが、冷静に評価すると長い、盛り込みすぎなどの声が聞こえてくる。今回あらすじを載せましたけど、かなり、はしょってます。そうでもしないと収まらないんだ。この辺は若くして執筆された初小説の特徴だな。最近だとナロー系の初期タイトルなんかが近いかもね。設定がモリモリに盛られてるやつ。昨今はスマートに贅肉を落とすのが主流だからあまり見なくなったけどな。縦の勇者ですら森が強い印象ね。相当に薄味にしてるはずなんだけどな。小説版ゼビウスではあらすじに加えて超能力やら飛行機のバリエーションやらでさらに情報が増えます。メモを取りながら読むレベルね。そうだな。しかし、今更ですが面白いのは間違いないので、ぜひ読んでみてください。そろそろやりきった？ゼビウスについてはね、あとは遠藤さんの動画を作って一段落だ。そっか、じゃあそろそろ締めましょう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。